立ち振る舞いですとか、やはり女性ではあるけれどもどういうふうに認めてもらうかみたいなところの振る舞いってあると思うんですけど、声とか話し方のスピード以外に何か気をつけられていることはありますか？そうですね、やっぱり服装はとても大事だと思うんですよね。よりクリエイティブな人に見られたいということであれば、そのクリエイティビティを感じさせるような服装で、例えば金融機関のその責任のあるマネージャーですということであるんだとすると、やっぱりそれぞれの立ち位置に合わせた、その TPO に合わせたですね、やっぱりその服装だったり振る舞い方だったりってあると思うので、それをご自身の中でですね、自分は目指すこんな感じだったら理想的だなって思ったものを自分の中で描いたら、そこにやっぱり近づけていくってことだと思いますし、やっぱり見た目に対するそのなんていうんですかね、気遣いっていうのは大事かなって思いますね。はい。でも常にケイミーさんのこのジャケットは使えて重宝させていただいてます。ライダースジャケットはとっても着心地もいいですし、その場の自分が空間を一緒にする人たち、そのオーディエンスであったり、そういった方々と自分との距離感を適正にするためにはどんな服装がいいかっていうところですね。はい。そうするとやはり日々のご予定で装いを相手の方と空間からも逆算してどういうふうにするべきかという、クリエイティブですよね。ご自分をもうクリエイトされるっていうところで、相手の方と今まさにおっしゃいましたどういう場であるのかといったところを意識をして、そこに一番合った服装っていうのを選ぶようにしています。はい。たくさんの素敵なブランドをご経験されていると思うんですけど、あえておっしゃっていただけるとすると、そのブランドさんたちとそのケイミーとの違いは何かございますか？違いですね、お話したいこと3つありましてちょっとコンサルっぽいですね今すごく懐かしい感じです。まず1つ目はユーザーとしてお伝えをしたいことが、私多分15年以上前かな、あるアパレルさんのですねフォーカスグループインタビューに呼ばれたことがあるんです。でそれでどういう服が欲しいかっていうことを言われたので、その時に答えたのが、まずちゃんと綺麗に見えて、でシワにならなくて、要はアイロンかけなくてよくて、そして家で洗濯ができて、でそれで流行を追っかけているような形でない長く着られるものがいいですって言ったら、それは無理ですねってちょっとモデレーターの方に笑われたんですね。ででもそうなのかな、無理なのかな、でも私はそういう服が欲しいんだけどなって思っていたら、それを実際に形にしてくださったのがケイミーさんなんで、そうなんですっていうところが、無理ってそのアパレルさんに言われていたことをちゃんとこうやって形にしてくださるところがあるっていうところに、私はすごくですね、最初に出会った時にもう本当に感動しました。これ1つ目で、あと2つ目、私以前は結構毎月のように出張があったんですね。そうするとですね、その出張の時に持っていく服、機内で着る服っていうものがやっぱりシワにならなくて着心地が良くて、やっぱり綺麗に見えるっていうことすごく重要なわけですよね。海外の同僚とそれいいねってよく言われることが多かったんですね。でライダースジャケットもそうですけれども、フードのねお花柄のピンクのあるじゃないですか、機内にっていう、ファーストクラスパーカーのシリーズですね。そうなんです。でシリーズはみんないいねって言います。見たことないけどこれどこのって言われたりするので、モデルさんがお綺麗なので、本当にお世話になってますというのが2つ目で、フライトでもっていうそうですね、フライトはその時にワンピースのロングのありますよね。で私そうなんです、明るいグレーと濃いグレーと両方持ってるんですけど、もう本当に機内でそのまま寝るのにそうなんです。よかったらもうホテルでもそのまま寝ていただけるっていうコンセプトの寝巻きなんです。もう本当にそれ1枚で空港で降り立っても全然恥ずかしくないっていうか、すごくすっきり見えるのでとっても助かってます。3つ目がやっぱりですね、
コンセプトがやっぱり素晴らしいって思うんですよね。で、私もともと服を捨てるっていうのがとても嫌いで、実はだからその T シャツでもとことん着て、で最後はミシンで縫って雑巾にして最後の最後まで使い切らないと服にかわいそうだなって、服に申し訳ないなと思うんですね。でそれであと他の服もですね、もう着るだけ着たなって思ったら、私実は切り裂いて布草履って作ったりするんですよ。いやなんかね、そこまで使い切らないと服に申し訳ないって思っていて、でだからその次から次へと毎シーズンごと買って捨てるとかってことは絶対できないって思っているものですから、本当にね、シーズンの前にアンケートとか取られてるじゃないですか。あれによってどれを作るか、生産量をどうするかっていうことを考えてらっしゃる。でそしてセールをしないっていうことってすごくなんて勇気のいることだと思うんですよ。勇気のいることだと思うんですけれども、そのされてるお取り組みってやっぱり今このなんですかね、時代の要請として SDGs って言われていて、そのサステイナブルでどういうふうにビジネスを成り立たせていくかっていうところ、そこにまさに本当にこうお手本のような形で取り組まれているなっていうふうに思います。なのでですね、もうそういったお考えにとても共鳴するところがあったので、そこがこの今申し上げた3つがですね、やっぱりケイミーさんを私が魅力的だなっていうふうに思っていつも着させていただいている理由ですね。ありがとうございます。では最後秋田さんの次の5年のこうビジョンを自分の中のやっぱりポジティブなエネルギーって、かなりこう次から次へと湧いてくるっていうところがあると思うんですよね。なのでそれを少しでも世の中に対していい意味で還元できたらっていうふうに思っていますし、自分自身のパーソナルな目標では子供ちゃんと育てながら黒帯も取れたらいいなっていうのはありますけれども、仕事の面ではですね、この後も健康でいられるのであればやっぱり、少しでもその自分がこれまで培ってきたものをベースにいろんな人にポジティブなエネルギーをあるいは提供する、もしくはその支えていける。私のリーダーシップのスタイルってサーバントリーダーシップっていう感じなんですね。あんまりそのカリスマ的な、もう俺についてこい的なですね、そういうワンマンなタイプのリーダーシップとは多分おそらく180度真逆で、どちらかというといろんな人たちの素晴らしいアイデアを引き出して、でそれをそのより良い形でなんていうんですかね、実現するっていう、いろんな人に対してその奉仕するっていうところが多分自分の基本の中でそれが好きなわけなんですね。それをより広範囲にわたって奉仕をするっていうことがやれていけたらいいかなというふうに思ってます。まさに今日も本当にポジティブで元気の出るお話で、これ多分出る頃にもまだコロナ禍って言われてる時期だと思うんですけど、多くのやっぱりこう、女性男性が少しやっぱりこう元気をなくしているとか自信をなくしているっていうところをなかなか人に言えないでお家にいらっしゃる方って多いと思うので、今日ももうまさにその皆さんへの元気をいただいて本当にありがとうございました。何より私がすごく元気をいただきました。もう本当に役得です。ありがとうございます。また今後ともよろしくお願いします。今日は秋田夏美さんにお話しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。